本田忠勝の最後。どうする家康に学ぶ日本史。徳川三傑と言われた三河武士の象徴。本田忠勝は徳川四天王三傑の一人に数えられ、通称は平八郎で、2歳にして父を失い、叔父に育てられた。本田忠勝の最後を詳しく見ていこう。忠勝は桶狭間の合戦の前哨戦である大高城への兵糧入れに従軍し、13歳で初陣を飾った。忠勝の生まれた本田家は徳川家臣団の中でも大きな一族で、太政大臣藤原兼道を先祖に持つ本田氏に属している。忠勝の本田家は徳川政権内において大名13家、旗本45家にも及ぶ本田家の宗家だと言われている。したがって同じく徳川家康の家臣本田正信とは縁戚関係であった。正信は家康の政治的アドバイザー、知恵袋で、忠勝は三河譜代の武将として活躍したため、本田一族は文武両面にわたって徳川家を支えたのである。本田家の家紋は立ち葵だが、この家紋は徳川家の家紋三つ葉葵よりも古くから使用されていた。一説によると、家康の祖父松平清康が窮地の時、池に水葵が立っているのを見て、必ず本田氏が駆けつけると信じ、戦いに勝った。この勝利から縁起がいいと、以後松平家は三つ葉葵を家紋としたと言われている。とすれば、徳川家は本田家から家紋をパクったことになる。それはともかく、本田忠勝はかなり早熟な少年で、5歳年上の家康が織田信長と和睦のために清洲城を訪れた時のことである。織田家の子孫たちが興味本位で家康を取り囲むと、わずか14歳の忠勝が前に立って、無礼なるぞと大喝したため静まり返ったという。1572年元亀3年、家康の最大の危機であった三方ヶ原の戦いで、忠勝はしんがりを務めた。そして忠勝は敵の前に仁王のように立ちはだかって、家康を無事逃して命を救っている。やがて武田信玄が死に、織田信長も本能寺の変で没すると、家康は北条氏直と和睦を図る。ところが家康に従っていた真田昌幸が自分の領地を勝手に北条氏に差し出されたことに怒り、上杉景勝方に寝返る。家康は7000の兵を昌幸の信濃上田城に送って攻略しようとするが、真田昌幸信行親子の戦術に翻弄される。昌幸は家康との和睦の印に家康の娘か養女を求めた。そのために家康は本田忠勝の娘小松姫を自分の養女にして真田信行に嫁がせるのである。小松姫は忠勝の娘だけあって、気丈で人質ともいえる輿入れに自ら進んで赴いたという。豊臣秀吉が逝去すると、家康は服従しない上杉景勝を成敗するために会津へ赴くが、大阪では石田三成が挙兵する。
真田家では父親の正行と弟の信繁、行村が三成の西軍に、兄の信行が正室が小松姫ということもあって家康の東軍に組みすることを決定する。父の正行は上田城に帰る途中、信行の留守中の沼田城に立ち寄り、嫡男の嫁小松姫に孫に会いたいと城門の外から申し入れた。剣謀術数に優れた正行はあわよくば信行の沼田城を乗っ取って西軍に加わった印に三成への手土産にしようと考えたのである。ところが小松姫は正行を城門の中へは一歩も入れることを許さず、外で孫たちを正行と対面させている。騙すことに長けた真田正幸だが、この時ばかりはさすがに本田忠勝の娘だと小松姫の対応に感心したに違いない。関ヶ原の合戦後、真田信行は小松姫と共に合戦での褒章に変えて父正行と弟信繁の除名を家康に嘆願している。そのために正行と信繁は命は助けられて紀州九度山に流罪となった。さらに小松姫の働きかけもあり、真田信行は正行の給料に加え3万石を加増されて9万5千石となり、上田藩主となっている。江戸時代にも真田家を残すことに成功した信行だが、家康にはばかって名前を信行に改名している。本田忠勝は戦場ではトンボ切りと呼ばれる6メートル近い長くて重い槍を縦横無尽に使いこなした。また忠勝は戦場に57度出陣したにもかかわらず、かすり傷一つ負ったことがないという逸話の持ち主でもある。ところが1564年永禄7年の吉田城攻めで牧野康成は本田忠勝と戦って共に傷を負ったとある書物に記録されている。無類の強さを示した本田忠勝だが、やはり負傷はしていたのである。ところがそんな強く怪力の持ち主の忠勝も寄せる年並みには勝てず、後年には槍の柄を90センチほど切り落として使用している。槍の柄を切るとき、武器は自分にあってこそというのが忠勝の言い訳であったという。関ヶ原の合戦でも忠勝は家康本隊に軍艦として加わり、東海道を西上する先鋒を務めている。しかし徳川幕府が安定するに従い、本田正信ら文治派が重用され、忠勝ら武断派の武将たちは活躍の場を失っていく。忠勝は上総の国大滝から伊勢桑名10万石に転封となったが、本田正信が5万石加増を助言したが、固辞して最後の意地を見せている。そのために忠勝の次男忠友が代わりに丘陵大滝に5万石を賜っている。病の床についた忠勝は家康を思い、昔を懐かしんで次のような時世の句を残している。死にともない、ああ死にともない、深き轟音の奇妙思えば。1610年慶長15年10月、本田忠勝は桑名城で静かに息を引き取った。
享年63であった。畠山重忠が鎌倉武士の代表だと言われるように、三河武士の象徴といえば本田平八郎忠勝の名前が一番に挙げられるであろう。